こんばんは。はるきです。今回はアタッカーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。前回はね、ティアリストからまた更新をした形になるんですけれども、特に RTTK の選手たちを追加をしました。それでは早速紹介をしていきたいと思います。こちらがアタッカーのティアリストになります。最新版のティアリストになります。D はですね、特に前回とは変わっては、ないですね。基本的にはやっぱり相手に見ることも、少ない選手たちかなというふうには思います。でですね、C ですね。C もですね、特に変更はないんですけれども、追加した選手がですね、SBC で、来た RTTK のアンドレ・シューバですね。久保建英のケミ合わせで、使う方が、多いかとは思うんですけれども、個人的にアンドレ・シーバー自体の強さっていうのは、C ランクになりますね。で、この人はですね、逆足が3っていう風なところは、やっぱり前線の選手としてちょっと厳しいものはありますし、シュートだったりとかの決定力っていうのは高いんですよ。シュート力だったりとか、その冷静さもね、高いんで、それはいいんですけれども、他はそこまでかなっていう風な選手ですね。特段ドリブルもね、めっちゃ軽いっていうほどでも、持てなくはないですけど、ないですし、ちょっとね、個人的には別にアンドレ・シューバーじゃなくていいのかなっていう風にも思ったりはしますね。もちろん、この能力プラススピードがね、90とかあったら、全然、B とか A には入ってた選手だとは思うんですけれども、それでもですね、ちょっと物足りなさっていうのがあって、アップグレードされても、その使い方っていうのは、特に変わりはなくて、横パスから1点いったそこのフィニッシュっていうところだけを活かすみたいな、そういう選手に、なるかと思います。で、そして B ですね。B はですね、新しく追加した選手としてはですね、RTTK のジェコだったり、あとは TOTW ですね。TOW のワトキンスだったり、三笘を、入れました。ジェコに関してはですね、やっぱりこのデカさだったりとか、あとはスピードが非常に速くなりましたね。金の時から、比べるとですね、18もスピードが上がってる、ペースが高くなっているという風なところで、デカさとある程度の速さ、でも全然遅いですよ。やっぱりまだまだ遅いんですけれども、こう使えるレベルまではスピードは速くなったという選手ですね。で、この人も、決定力だったりとかっていうのは非常に高い選手になります。逆足が5っていうのは素晴らしいですし、本当に両足ともに打てるっていうのは素晴らしい選手になりますね。で、パス自体はそこまでめっちゃうまいってなわけではないですけれども、本当にその決定力、プレイスタイルもですね、今週ついてたりとか、あとアクロバティックついてたりとかしますし、で、ドリブル自体は重たいんだけれども、テクニカルがね、ちょっとプレイスタイルついてるってところも、この人のいいところというか、まだちょっとボールを持てることができるという、そんな選手になるので、結構ジェコは金の時から比べるとですね、非常にアップグレードされた選手で、ここからのアップグレプラス2されるのかどうかっていうところも楽しみな、そんな選手になります。で、TOTL のワトキンスもですね、非常に金の時から能力が上がりました。プラス5も、されてですね、スピードもある程度速くなって、決定力とかも高くっていう、そんな選手になりますね。ただこの人はスキルが3なんですよ。なんで、やっぱりこうスキルムーブでだったりとか、ドリブルでなんとかするみたいな選手ではないので、基本的にはそこまで、こう A に行くほどでは、ないっていう風な選手になりますね。ただフィジカルでもね、負けない力、持ってるし、あとはプレイスタイルでもですね、ちょっとラピッド持ってるっていうのがちょっといいですね。フィジカルがあって、身長は180センチなんですけど、ちょっとこう体重とかそうごつさっていうのがありながら、若干の速さっていうのも、あるので、スキル3でもそれでなんとか、やれるっていう、そんな選手になります。全然コスパのね、エースとしては十分輝ける、そんな選手になりますね。三笘は、純粋にアップグレを、されてですね、金でもそれなりには、使えてましたし、C に落ちないままですね、TOW でアップグレードされたみたいな、そんな選手に、なります。で、そして A ですね。A はですね、新しく追加した選手、こちらも多く、いるんですけれども、TOW のラウタロ・マルティネス
だったりとか、あとは RTTK ですね、ジョアン・ペドロ、そしてラリーガポトムの久保建英、そして RTTK のシソコ、で、RTTK のオペンダ、で、そして、あと RTTK のディマリア、そしてレバンドフスキですかね。こちらの選手たちを追加をしました。ラウタロもですね、もちろん金の時からアップグレを、されて、前回は B だったと思うんですけれども、普通に44の選手としては十分、強い、そんな選手になります。で、ジョアン・ペドロですね。特殊で、来てですね、もともと銀の選手だったのが、そこから能力が上がって87までぐっと上がった選手、さらに、スキルも、3から4かな、になってたり、するので、それで44になったので、この人もよりちょっと使いやすく、なりましたね。ドリブルが軽くですね、スピードもあって、決定力も、高いという、そんな選手になるので、非常に優秀な ST へと生まれ変わったなという印象を受けます。で、意外とね、身長自体は182、めちゃくちゃ長身ってわけではないんですけど、ジャンプが99で、ヘディング精度も99なんで、意外とね、ヘディングはサイドバックとされれば、勝てる可能性はなきにしもあらずかなという、そんな選手になります。で、プレイスタイルでね、ラピッドを持ってるっていうのは素晴らしいですね。プレイスタイルは1個ラピッドだけなんですけれども、ちょっと寂しいところはあるんですけど、ただ、その1個がラピッド持ってるっていうのは、素晴らしいなというふうに思います。ブライトンがね、勝ち上がったりとか、して、プラス2をされたら、もう全然普通に、もう余裕で通用するレベルの選手になります。で、あとはですね、久保建英ですかね、ラリーガのポトム、月間 MVP に輝いた選手でカードになったんですけれども、普通にいいよ。普通に。竹がね、やっぱこう選ばれて強くなって出てきたっていうのは素晴らしいことですし、44あってですね、ドリブルが軽くって、スピードも速くって、ちょっと決定力も高いという、そんな選手になりますね。で、パスもある程度出せるという選手。もう特に何も言うことはないんですけれども、ただ、やっぱり S に行かなかった理由としてはですね、もちろんスキルがね、5欲しかったりとか、のあるんですけど、能力的なところで、冷静さが非常にちょっと低かったりとか、しますし、あとはフィジカルの部分もね、強い選手ではないので、そこでちょっと個人的には、そこの理不尽さっていうのはあまりなかったなというふうに感じますね。で、あとは RTTK のシソコですね。こちらもですね、冷静さの部分がかなり低い選手になります。ただ、スピード面と、ドリブルの軽さっていう風な、部分がある選手になるので、使い心地っていうのはいいんじゃないかと思いますね。決定力自体はね、めちゃくちゃ決める ST っていうほどでは、ない。普通にウインガータイプの決定力みたいな選手になるんで、決めきれない時はあっても、しょうがないかなと思いますね。先ほど冷静さっていう部分もありますし、もう本当にウイング、もうサイドで仕掛けて突破してみたいな、そういうチャンスメイクができる選手にはなりますが、やっぱり冷静さっていうの部分はやっぱり必要になってくるので、そこの不満さっていうのは、人によっては出てくるかと思います。で、あとはですね、RTTK のオペンダですかね、オペンダ。20万ぐらいする選手にはなるんですけれども、こちらもスキル3なんですよ。ワトキンスと同じような選手なんですけれども、ただ、やっぱりスピード、速い、スピード面が、本当に速い選手で、裏抜けされたら、追いつかないっていう、そんな選手になりますね。で、決定力も高くって、冷静さはこの人もね、ちょっと欲しいところはあるんですけれども、ドリブルの軽さだったりとか、あとは意外と、保険でフィジカルも持っているっていうところは素晴らしいですね。なんで、またワトキンスよりかはドリブルは軽いんで、よりそのスピードと、あとは L スティックだけのスキルなしのドリブルの軽さっていうのが、ありますし、まだこの人の方が、スキルを使わずともですね、かわせたりとか、できるという、そんな選手になりますね。で、先ほどのやっぱりスピードが95だったりとかありながら、プレイスタイルでですね、ラピッドだったりとかクイックステップ、よりちょっとこのスピードを加速させてくれるプレイスタイルを持ってるっていうのが、素晴らしいなというふうに思います。でですね、あとは RTTK のディマリア、ですかね、ディマリア。こちらもですね、非常に素晴らしいですよ。非常に強い。もう全然。で、値段は5万6千ぐらいなんですけど、安いんですけど、ケミが、合わせにくいという風な
ことだけで、まあ実力的にはですね、余裕で A ランク、あっていいと、自分は思います。まあ本当にパスもうまくってですね、シュートも打ててですね、まあドリブルも非常に軽いという、そんな選手になります。で、逆足がですね、3にアップグレードを、された。まあ2は結構ひどいんで、そこから3で、まあ、ちょっとは改善されたっていうのはでかいなと、感じますし、まあ、プレイスタイルも非常にこの人は素晴らしいです。本当にパスも、シュートも、ドリブルもという風なところで多く、ついている、そんな選手に、なるので、まあ、個人的にはケミが合わせることができればですね、まあ、ぜひちょっと使ってもらいたい、そんな選手になります。でですね、あと RTTK の、最後ですかね、レバンドスキーになります。まあ、レバはね、もちろんめっちゃ能力高いし、S に上げてもいいかなというふうにも思ったんですけど、やっぱね、44っていう風なところと、あとはスピード面はね、めっちゃ速いっていう、まあ、ほどではないんで、まあ、そこでね、使い方がまあちょっと難しかったりする人もいると思うんですよね。本当にまあいろいろ何でもできるんですよ。何でもできて、かつ決定力がめっちゃ高いという、そういう選手になるんですけれども、まあちょっと難しい、ちょっと個人的には判断になって、しまって、パスも全然うまいし、ビルドアップに関わりながらですね、まあドリブルも身長185センチありながら、全然こう軽さ、持てる、力っていうのはあるので、もう十分、強い、そんな選手になりますね。これがまた、ね、バルサが勝ち上がったりとかして、OVR プラス2されたら、まあスピードもね、もう少し速くなるでしょうし、またこう、ランク帯的には変わってくる可能性も、まあ十分ある、そんな選手になります。でですね、一応 A と S の間かなに入れた選手はですね、RTTK のサカ、そして RTTK のルイス・ディアスと、この2人をここの間にしました。まあ、サカに関してはですね、44にアップグレードされたっていうのは非常に素晴らしいですね。まあ自分は金のサカをまあ、ずっと使ってましたし、そのドリブルの軽さだったりとか、まあ、決定力はめっちゃ高いっていうほどではなかったんですけれども、まあ、スピードもある程度あって、で、パスもうまくってという、そんな選手に、なりますね。フィジカルはそこまでないけど、まあ、ディフェンスを、まあ、攻撃の選手としては、まだしてくれる方の選手になるので、まあ割とそこのところはありがたかったかなというふうに思いつつ、そこから強化をされたのがこちらの RTTK になるので、まあ十分、強いですね。まあ万能型のサイドハーフかなというふうに思いますし、ちょっとプレイスタイル自体はまあ寂しい部分は、あるんですけれども、まあ個人的にはここの間くらいにはいてもいいのかなと思いますね。A にしようかも迷ったんですけれども、まあただ、いろんなことができるという、こう、総合力という風な部分で、まあちょっと A には、入れれなくて、まあただ S ほどでもないなという風にも感じるんで、ここの間に、しました。で、ルイス・ディアスですね。RTTK のルイス・ディアス。まあ、ルイス・ディアスはですね、またちょっとサカと違ったタイプの、サイドハーフになっててですね、まあ、ルイス・ディアスの方が、もう純粋なウインガータイプかなと思いますね。まあ、こちらも4-4で、まあ、スキル逆足それなりに使えて、まあ、スピードが速い、単純にスピード、縦への推進力っていう風な部分がある選手で、決定力もありながら、まあ、パスもある程度、出せて、ドリブルも軽いよという、そんな選手に、なりますね。まあ、レザーもある程度86あるっていうのは、まあ、今の時期だったら、普通にいいでしょうし、まあ、あとはプレイスタイルのところでですね、やっぱりこう速さがありながら、まあ、クイックステップだったりとかもね、持っているっていうのは、素晴らしいなというふうに思います。これがね、またルイス・ディアス、スキル5だったりとか、5-5だったりとかすると、多分自分は S に入れていたかなというふうには思います。よりちょっとこう、攻撃の、ね、フェイントだったりとか、ね、いろんなことができるというふうなところにはなるので、まあ、能力がいいだけに、ちょっとこの人も惜しくって、ちょっとサカとかルイス・ディアスはですね、めちゃくちゃ迷ったんですけれども、ちょっとここの間に、しました。で、そして、最後 S ランクですね。まあ、S はですね、新しく追加した選手はですね、まあ、TOTW のクバラツィヘリア、そして RTTK のオシメン、そして、または TOTW のソン・フンミン、そして、RTTK のデンベレ、そしてハーランドと、この選手たち、追加をしました。まあ、クバラツエリアに関してはですね、まあ、先ほどのウインガーの話からもずっと言ってる通り、やっぱりスキル逆足っていうのは大事になってきますし、その中で5-5あるっていうのはクバは素晴らしいと思います。もちろん意欲のところで、
攻撃の意識と守備の意識どちらも普通っていうのはやっぱりその AI 面だったりとかでねちょっと残念なところではあるんですけれども、それでもやっぱりスキルも逆足も使えるっていう風な選手かつ能力も全然悪くないんでスピードもあってシュートも、打てて冷静さも83ちょっともうちょっと欲しいところではあるんですけれどもパスもうまくってドリブルも軽いっていうそんな選手になるんで個人的には普通にもう全然 S に入っててもおかしくないかな。ケミがちょっとこの人難しいだけで相手にめちゃくちゃ見るっていうことは少ないかもしれないんですけどケミが合えば十分強い、そんな選手になりますね。でこの能力だったりとか55に加えてプレイスタイルも多くこの人は持ってます。プラスこそないですけど今週だったりとかパス面だったりとかもねついてますしドリブルのテクニカルだったりとかあとアウトサイドのトリベーラーだったりとかもついてるので結構ね普通にいいんですよね。だからあとは君を合わせれるかどうかっていう風なところだけだと思います。であとは RTTK の推し面ですね、推し面同じくクバとね同チームのナポリの選手なんですけれども推し面はそれこそスキル3なんですよ。あれスキル3でねやっぱりワトキンスだったりとかオペンダ A とか B にいたけどって思う方も多いと思いますけどこの人はやっぱりとてつもないスピードとフィジカルっていうのがあるので単純なワトキンスの上位互換完成形のそんな選手になります。だからワトキンスも十分速いけどそれに加えてオペンダの素早さっていう風なところも兼ね備えさせたようなそんな選手になるので理不尽さっていうのは、十分あります。でレバもね4-4でなんかどうなんてな感じで A にしたと思うんですけど推し面はやっぱりスキル3でもその単純に追いつかないスピードっていうのがあるのでやっぱり多くの方は使いやすいというか単純にダッシュをしてるだけで、ね、抜き去ることできるんで使い方が難しくはないんですよ。限定的なんですけど難しくはないこう1個の形で点を取ることできるんで推し面はそういう意味で、S ランクには入ると思いますね。で決定力もこの人も本当すさまじいというかすごいんで冷静さは83ですけど、結構この人は決めてくれたり、しますしフィジカルでも負けない力持ってるので個人的には、全然 S に入ってもおかしくない、プレイスタイルを見てもですねラピッドついてますしでかくて速いっていう選手で決定力も高い、なんで、多くの方が使っても点は取れるんじゃないかと思いますですね。ソン・フンミンは TOW もちろん金でもね今でも十分強い、選手になりますし、強い選手が単純に強化されたっていう、そんな形で S に、引き続き入ってます。で RTTK のデンベレですね。デンベレもソンと同様に金でも S ランクにね前回のテアリストは入ってたので強い選手がより強くなったよっていうそんな選手になりますね。やっぱり55っていうのは素晴らしいですしこのスピードに加えてでプレイスタイルでラピッドのプラスを持ってるっていうのは本当にこうもう追いつかないよね普通にデンベレがいると。なんでそこでまず理不尽さを感じるのにさらに逆足も蹴れるスキルも使えるっていうそんな選手になるので個人的には素晴らしいなというふうに思います。で最後ですねハーランド RTTK のハーランドもですね推し面と同様にスキル3逆足さの選手だったんですけれども、こちらの RTTK はスキルが4に、なってます。で逆足はねハーランドの場合はねそこまで気にしなくていいと思いますね。自分が使った時は全然逆足でもバンバン決めてくれたんでそんなに自分はハーランドの逆3シュートの時はあまり気にしては、ないです。スキル4にはなりましたけどもう推し面だったりと同様に走らせて、フィジカルでスピードで、いけるでそのまま決めきるっていうそういう使い方簡単な使い方ができるので個人的には十分、現環境では S ランクに入っててもおかしくないかなと、いうふうに思いますね。もう単純にそれだけです。それだけ ST としてまず決定力決めきる力っていうのがもう十分にある選手になるので、パスとかはねあまり上手くない。それこそパスとかそういうのを考えるとやっぱりレバとかの方がいいんですけれどもやっぱりこう簡単に相手を置いていける、その後に1対1を簡単に決めきることができるというのがやっぱり ST にとってはちょっと大事な部分になるかなというふうにも思うので、それに特化した、ハーランドだったり推し面っていうのは、S ランクには入るなというふうに思います。
まあという感じでこちらが最新版のアタッカーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれてない選手たち多くいると思うので、まあ気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。